今回はタロットカードの21枚目、審判のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第21話スタートです。カードナンバー20、審判。俺はしがない弁当屋を経営している。小さな店で一つ400円程度の弁当だが、俺の作る弁当を楽しみにやってきてくれるお客がいるのは確かだ。妻と二人三脚で妻に助けられながらの営業だが、仕事が嫌だと思ったことも苦しいと思ったこともない。俺は若い頃に料亭で働いていた。親が共働きで貧しい生活だったこともあり、うまいものを食べるには自分で作るしかなかった。だがどんなにうまいものを作りたくても材料が限られている。その中で工夫して作っていた。弟と妹がいるが、二人とも俺の作る料理をおいしいと喜んでくれていた。仕事で疲れて帰ってくる両親も俺の作る料理をいつも褒めてくれていた。しかし俺はそれでは満足ができなかった。というのも世の中にはもっとうまいものがあり、多様な材料を使えばさらにうまいものが作れることを知ったからだ。そのため中学を卒業するとすぐに俺は料亭の下働きとして就職することにした。先輩から味は盗むものだと言われて怒鳴られ殴られしながらも、鍋の底にへばりついた汁をなめて味を覚えていった。10年かけてやっとそれなりに認めてもらえるようになったが、それ以上を望むならさらなる修行が待っている。俺はもっともっとうまいものを自分で作り、両親に食べさせてやりたい、妹や弟に食べさせてやりたいと思い、努力を続けた。こうして料亭でも俺の料理を否定するやつなんていなくなった頃、俺は結婚した。結婚して25年、料理の大会でも好成績を収め、俺の名前を出せば誰もがうなずくくらいにはなっていた。だがいつまでも人に使われているより小さくてもいいから自分の店が欲しいと思った俺は料亭を辞める決心をした。もちろん妻は驚いていた。その頃は給料もよくそれなりの生活ができていたのだから、それが自分で始めるとなればどんな試練が待っているかもわからない。とはいえ料亭のような大きな店を開店する資金もない。やめて何をしようというの？妻が不安な顔をしながら俺に聞いてきた。当たり前の反応だ。だが俺の決心は揺らがなかった。弁当屋をする。妻が呆れ顔で俺を見た。しかし子供たちも成人を迎え、一人は結婚し、残る一人も結婚に向けての準備中だ。残りの人生を俺自身のために使ってもいいはずだ。何日もかけて妻と話し合い、やっと理解した妻が言った言葉は、わかりました。あなたのやりたいことも気持ちもわかりました。あなたの夢の船に私も乗りましょう。と言ってくれたのだった。こうして貯金をはたいて俺と妻の店がスタートした。チラシを配り、料亭で板長を務めた男の作る弁当であることを大々的に宣伝した。すると料亭の板長というのが聞いたのか、どんどん客がつき、
これならばやっていけると夫婦で祝杯をあげた。毎日準備に日の明けないうちから取り掛かり、10時には開店。午後は弁当の販売を妻に任せ、俺は夕食時の客のために仕込みを始めた。たかが400円程度の弁当にここまで手の込んだことをするのかと有名になり、飛ぶように売れていく。これならば幕の内弁当を作っても売れるのではないかと次の手を考えていた。俺の今まで培ってきた技術が俺たち夫婦のために生かされていく。殴られ怒鳴られしたあの日々、悔しいと涙を流しながら耐えた日々、あの日々が無駄ではなかったとしみじみと思っていた。弁当屋が開店して固定客も突き出した頃だ。誰も想像していないようなことが起こった。早朝4時半、地響きと思うようなうなりが地の底から聞こえてきたと思ったら、突き上げるような揺れが襲った。地震だと思った俺はすぐにすべての火を消し、妻を探した。妻は店内の掃除をしていたようで、あまりの大きな揺れにへたり込んでいた。店内には小さな冷蔵庫がカウンターの上に置かれている。ビニール袋や箱を積み重ねている棚は落ちたところで怪我の心配はないが、客の癒しになるようにと並べている観葉植物が棚から落ちてくるのは必須だろう。それがもし妻に当たれば怪我をする。俺は妻に声をかけた。大丈夫か？しかし妻はあまりのことに声が出ない。妻のもとに駆け寄りたいが、ひどい揺れのせいで俺も座り込んだまま動けずにいた。フライヤーの油は続く揺れのせいで大きくうねり飛び散っている。油をかぶれば大やけどだ。次から次へと落ちてくる鍋や釜、動くはずのない大きな冷蔵庫が飛び出し、真正面の壁に激突した。今作ったばかりの惣菜が無残にも床に散らばっている。俺はなすすべもなく、壊れていく厨房のそれらを恐怖の面持ちで見続けた。まるで永遠とも思われる揺れが止まると、俺は恐る恐る立ち上がり、妻のもとへとたどり着いた。妻は腰を抜かしているようで放心状態だ。外からは人の声が聞こえてきた。早朝4時半だ。ほとんどの人が寝ていたことだろう。この地震で多くの被害が出たはずだ。外に出て状況を確認しようとしたとき、さらなる揺れが襲ってきた。これが余震なのか、それともこっちが本震なのか、皆目見当がつかない。揺れるたびに店内が荒れ、厨房のあらゆるものが飛び交う。俺たちの夢が壊れていく。やっと揺れが収まった頃、俺は店内にいたら危ないと思い、妻を抱きかかえるようにして外に出た。出ると顔見知った商店の店主が、弁当屋さん、大丈夫だったかい？と声をかけてくれた。お互いにどんな状況だったのか話し合い、これだけ大きな地震が来たんだから、またいつ余震が来るかもしれない。これは避難した方がいいだろうということになった。俺は妻と俺の携帯を取りに戻ると、すぐさま店から出て妻のもとに駆け寄り、近くの小学校を目指して歩き出した。震度8、マグニチュード 9.0。 それがこの揺れだった。多くの家は潰れ、こんな状態で復興なんてあるのかと思われた。小学校にはあふれるように人が押し寄せ、あちこちで体を小さくしている家族が多数。子供たちは泣き叫び、余震が起こるたびに悲鳴が起こった。俺たちは体育館の隅に座り込むと、妻を抱きしめてひたすら余震に耐えた。あなた、家はどうなったかしら。
妻が心配そうに俺に聞いてきた。家は店から車で10分ほど走ったところにある。誰もいなくなった家の中がどうなっているのか、それは俺も心配だったが、心配したところでどうなるものでもない。物は散乱しているだろうが大丈夫だろう。落ち着いたら見に行こう。そうね。さっきね、子供たちから連絡があったのよ。2人とも生きてるわ。よかった。妻は何度もよかったよかったと繰り返し、神に感謝していた。どうやら小さな孫も無事なようで、俺の家族は誰も命を落とした者はいないようだ。しかし俺の家族が全員無事だったからといって諸手を挙げて喜ぶことはできない。なぜなら多くの人が瓦礫の下敷きとなったり、家具に押しつぶされたり、避難途中で落下物により命を落としているからだ。そのためそういったご遺体を一堂に集め、遺族に遺体の確認をしてもらっているのだ。ご遺体の確認に入っていく人の不安と疲れが見て取れる。中からは悲鳴のような泣き叫び声が響き、助けられない現実に打ちのめされていく。妻は耳を塞ぎながら聞こえてくる叫び声に震えていた。このままでは妻が壊れるのではないか。そんな不安が俺を襲った。知り合いが声をかけてきた。弁当屋さん、大丈夫かい？俺を見てはいるが、妻のことを心配してくれているのはわかる。俺は力なく笑ってみせた。向こうで握り飯と水を配ってるから取りに行くといいよ。とは言っても奥さんを置いてはいけないか。よし、俺がもらってきてやるよ。俺がすいませんと頭を低くすると、困ってる時はお互い様だよと笑ってくれた。こんな状況の中で他人を思いやれる人がいることに驚いた。俺は自分のことしか考えていない。妻のこと、店のこと、子供たちのこと、そして家。他の人がどうなろうと、俺の中では小さなことで、他人を助けるだけの余力があるならば、俺を助けてくれとさえ思っていた。しかし、妻の様子を見て、声をかけてくれる人は多く、俺がトイレに行こうとすると、隣に座っていた奥さんが、奥さんの様子は私が見ていますから、どうぞ行ってらしてくださいと声をかけてくれた。逆に、妻がトイレに行こうとすると、さすがにトイレの中まではついていけない俺は困惑した。そんな俺を見ていた人が妻をサポートしてくれたりもした。俺は多くの善意に出会い助けられた。余震もだいぶ落ち着いた頃、妻の状態も安定し始めた。そうなると店のことが気になり、俺たちは店の様子を見に行くことにした。他の人たちも自分が経営している店が気になっていたり、家のことが気になっていたりで、許される限り家に戻り片付けを始めているようだった。俺も妻と一緒に店の様子と自宅の様子を見に行くことにしたのだが、行く道すがら家は潰れ、ブロック塀が倒れていた。自衛隊の人が瓦礫の下からまだ埋まっている人を引っ張り出していたり、ボランティアの人が片付けを手伝ったりしていた。道路のあちこちにゴミの山ができ、もう使えなくなったものが積まれていく。潰れた家の前で泣いている人もいれば、飼っていたペットの亡骸を抱きしめて泣きながら撫でている人もいる。俺はペットを飼っていなくてよかったと思いながらその場を通り過ぎた。妻は、あの時あなたに犬なんて絶対に飼わないって言われて、なんてひどいんだろうって思ったけど、
今となったら買わなくてよかったわ」と小さな声で言っていた。確かに子供たちが巣立ち、妻は寂しがっていた。そのせいか犬が欲しいと言っていたのだが、俺はいずれ店を出す夢があり、その時には妻の助けが必要になることを予想していたため、犬を飼うことに反対していたのだった。自分勝手な俺の意見に泣きながらに抗議を繰り返したが、結局俺は妻の言葉をわがままだという一言で片付けたのだった。しかし今、心の底から犬がいなくてよかったと思っている。俺だって動物が嫌いなわけではない。だがいたらどうなっていたか。家に着き、半倒壊状態を確認した俺は妻を家の外に待たせ、中に入っていった。家の中は惨憺たるもので、もはやかつての趣などみじんもなくなっていた。台所は足の踏み場もなく散乱し、今はあらゆるものが倒れ、テレビはコードが引きちぎられたように反対方向に飛んでいた。寝室を見ればパソコンが落ち、画面が割れ、洋服ダンスの引き出しはまるで泥棒が入った後のように引き出されていた。棚に置かれていた家族の写真は床の上でガラスが粉々に砕け、妻のお気に入りだったガラスの置物も割れていた。子供たちの部屋は子供たちがいなくなり物置となっていたが、そこも足を踏み入れることができない状態だ。これではどう片付けたらいいのか見当がつかない。放心している俺を嘲笑うかのようにまたしても余震が襲った。すると外から妻の悲鳴が聞こえてきた。俺は余震が止まるとすぐに妻に駆け寄った。あなた、家の中は？めちゃくちゃだった。妻は、そうよね、と自分に言い聞かせるようにつぶやいた。俺はそれ以上のことは言わずに、店を見に行くために歩き出した。妻は家を振り返りながら俺の後ろをついてきた。俺としては半倒壊とはいえ、潰れてしまったものを振り返っても仕方がないという気持ちだったのだ。そこにどんな思い出があろうと壊れてしまった過去を戻すことなどできないのだから。しかし妻にとっては大事な思い出の詰まった家だ。俺のようにはいかないだろう。俺は妻に行くぞと声をかけながら店へと向かった。小さな店は潰れることもなく、そこに佇んでいた。商店のほとんどが外から見れば地震前と何も変わってはいない。しかし中に入ればどれほどの状態なのかは想像に難くなかった。地震が起きた時にあれほどの状態だったのだ。その後の余震でも揺れはひどく、あれ以上の状態になっているだろうことは想像できた。しかしここまでだったとは。俺は店先に佇むと夢が消えたことを悟った。貯金をはたいて始めた店だ。再開するためにはそれなりの資金がいる。しかし安い弁当を売って儲けが出るまでにはまだまだかかると思っていた矢先だ。貯金などはなく、どこからどう手をつけたらいいのかすらわからなければ再開などありえないだろう。いっそこのまま潰れてくれた方が良かったのではないかとさえ思えた。俺たちは一旦小学校に戻ると考えた。家をどうするか、店をどうするか。家はいずれ仮設住宅が用意されるだろう。そこに入居するしかない。しかし店は。あなた、
お店はいつ頃再開できそう？妻が言った。え、お前も見ただろ？あの状態で再開は厳しい。俺がそう言おうとしたとき、妻が笑顔を俺に向けた。あの店は私たちの夢よ。あの店までなくなったら私たちには何も残らないわ。大丈夫。今まで2人で頑張ってきたんだもの。これからも2人で頑張れるわよ。地震からこっち、一度も笑顔を見せたことのない妻がかすかでも無理やりでも笑っている。家が潰れてしまった今、妻を支えられるのはあの店を再開するということ。再開できなかったらこのかすかな微笑みすら守ることはできない。そう思った俺は、よし、明日から片付けを始めよう。再開までどのくらいかかるかわからないが、できることを一つずつやっていこう。妻が力なく笑った。翌日から俺は再開できるかどうかもわからない店の片付けを始めた。例えば再開できないとしても、妻が店を片付けることで少しでも元気になってくれるならそれでいいと思っていたのだ。ところが店が片付くにつれて妻の口から歌が飛び出すようになってきたのだ。その歌声は日を追うごとに大きくなり、店の外まで聞こえる時もあった。こんな時に歌を歌いながら片付けをするなんて非常識なのではないかとも思ったが、妻の気が済むようにさせてやりたかった。そういえば店を開店する時も妻は歌っていた。大きな声でうるさいくらいに歌っていた。せめて俺の知っている歌にしてくれと頼んだこともあるが、あなたは演歌しかわからないでしょ。せめて私の歌を聴いて覚えてくださいなとやり返された。妻の歌は明るくて澄んだ声で俺の心を明るくした。そんな妻の声に誘われるように近所の店主が顔を覗かせることがあった。いやー、弁当屋さん、いい歌声が聞こえてきたから誰かと思って覗きに来たよ。ああ、うるさくてすいませんね。うちのやつが歌が好きで機嫌がいいと歌うんですよ。いいじゃないの。歌は人の心を和やかにしてくれるからね。うちはラジオも壊れちゃったし Wi-Fi の機械も壊れちゃったから音楽なんて聞けないのよ。ありがたいよ。そう言って店先で妻の歌を褒めてくれる。中には妻の歌を聴いて涙する人もいた。それほどみんな辛い思いをしているということだ。俺だけが辛いわけじゃない。みんな同じように辛く苦しいのだ。明日が見えないこの状態に妻の歌が癒しになるならばどんどん歌ってくれ。俺はそう思いながら日々元気になっていく妻を見つめた。なんとか店の片付けを終えると使える厨房機器がどれほどあるのかを確認した。壊れたものも多数あるが、なんとか使えるものもある。しかし食材を仕入れるためには業者が再開してくれていなければならない。俺がじっと厨房で考え込んでいると妻が言った。あなた、スーパーは開店したそうよ。並んでいるものは少ないけど見てみる価値はあるわ。それじゃあ大した弁当が作れないよ。俺が渋っていると妻はさらに俺に言ったのだ。こんな時なのよ。みんな分かってくれるわ。真心を込めて作れば大丈夫。それで
安く提供しましょうよ。このお店を可愛がってくれたお客さんのためにも今できることをしましょう。俺の脳裏にこの店に足しげく通ってくれたお客の顔が浮かんできた。3日と空けずにやってきては400円の弁当を買っていく老夫婦、子供の手を引いてやってくる奥さん、仕事の帰りに今日の夕飯なんだと笑いながら買って帰るサラリーマン。それにね、この地震で私たちはたくさんの人に善意をいただいたでしょ。自分だって大変なのに、私が情緒不安定になったからトイレについてきてくれた人や、あなたが私のそばを離れた時に手を握っていてくれた奥さん、おにぎりをあなたの代わりに取りに行ってくれた人、その人たち一人一人に感謝の気持ちを返すことは難しいと思うけど、でも感謝の気持ちを他の形で他の人に返すことはできると思うの。あの時のみんなの優しさのおかげで私はなんとかここまで来れたのよ。だからお願い、あなた、今できることをやりましょう。今私たちにできることを。妻にそう言われて確かにその通りだと思った。もしあの時自分だって大変なのにと誰も手を貸してくれなかったら、トイレに行くことすらままならなかっただろう。どれほどあの時に手を差し伸べてもらえて助かったことか。しかしライフラインが復旧しているとはいえ、ガスコンロだって使える状態ではない。フライヤーだって修理が必要だ。ガスコンロなら卓上用があるわ。火力は弱いけど全く使えないわけじゃないでしょ。家庭だったら卓上用コンロで作るわよ。フライだってフライパンでできるわ。妻の必死の懇願が俺の心を動かした。料亭で包丁を握ってきたというプライドが邪魔をして、卓上コンロで作るなどありえないと思い込んでいた。だがこうなった今、俺にできることは、よし、やろう。工房筆を選ばずだ。火力が弱くても俺の腕でうまいものを作ってやら。そう言うと妻は嬉しそうに笑ってくれた。この顔だ。この笑顔を俺は守りたいんだ。そしてみんなも笑顔にしなくちゃいけないんだ。俺たちはなんとか動く冷蔵庫に野菜や肉を詰め込むと、使える調味料をかき集め、できる限りの弁当を作った。見栄えは悪いが味は俺が保証する。店先にテーブルを出し、200円で販売を開始した。原価ギリギリの値段だ。すると通りかかった老人が早速弁当に手を伸ばしてくれた。やっと再会ですね。待ってたんですよ。ずっと待ってたんです。ここを通るたびにきっと再会すると思ってね。その老人は地震前には3日と空けずに夫婦そろって弁当を買いに来てくれていた。しかし今日は奥さんの姿がない。妻はここの弁当が好きでした。だから散歩の帰りには必ずここで弁当を買わせてもらってたんですよ。老人は涙声でそう言った。奥さんは？妻がそう聞くと、老人は唇を震わせていった。残念ながらこの地震であの世に行ってしまいました。私より先に行くなんてまさかあるとは思っていなかっただけに。
仲のいい夫婦だったことを思い出した。いつも弁当を買うときに3種類の弁当のどれを買おうかと話していた。こっちのお弁当には嫌いなものが入っているからと奥さんが言うと、だったら俺の弁当に入っているのと交換しようと言っていた。すると奥さんは嬉しそうに、じゃあこのお弁当にするわと言っていた。別のおかずに交換して作ってもいいのだと思ったが、それが夫婦の楽しみのようで言い出さずにいた。再会してくれて本当によかった。老人はそう言い残すと帰っていった。その後も再会を喜んでくれるお客さんがやってきた。その日の弁当を完売すると、俺は100円玉の1枚を手にした。どうしたのあなた。片付けをしていた妻が俺を見ていった。俺は今まで間違えていたんだなって思ってさ。俺ほどの腕のある料理人が作るんだ。うまくて当たり前だし、こんなうまいものを400円で買えるんだ。客がつかないはずはないと傲慢な考えをしてた。今回のことで俺は自分の間違いに気がついたよ。食べてくれる人がいるからこそ料理は生きてくるんだ。料理人が作ったものだとかそんなのは関係ない。今日来たご老人の奥さん、生きてて欲しかったな。それで俺の弁当をまた食べて欲しかった。妻が俺の背中に手を当て小さくうんと言った。この地震が起こってから俺はずっとやっと夢を手に入れたのに、どうして俺がとばかり考えていた。自分が生きていることに感謝することもなく、妻や家族が無事であることに感謝することもなく、自分のことばかり、生きていることが当たり前だと思い込んでいたのだ。しかしやっとわかった。妻に助けられ、たくさんの人に助けられ、俺の弁当を待ってくれていた人たちの言葉によって、俺は自分のエゴに気がついたのだ。生きていることが当たり前なのではない。生きている、生かされていることに感謝しなければいけない。そしてこの弁当を一人でも多くの人に届けたい。妻と俺の弁当を。その後、町は何年もかけて復興を遂げた。俺は今も妻と小さな弁当屋を営んでいる。感謝の気持ちを込めながら400円の弁当を作り続けているのだ。いかがでしたでしょうか。このカードは予想以上の困難に足を取られたり、それまであなたを支えてきた価値観や大切な何かを失って苦悩する姿を暗示しています。また内面的な画策をも暗示しています。このカードは人生が全く新しいスタートに立つ時に現れるのです。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。